はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。はい。東京に帰ってきました。皆さんお騒がせいたしました。試験に落ちて死ぬほど落ち込んでいる姿をお見せして本当申し訳ございませんでした。前回 YouTube にアップした Vlog をね、私見返したんですよ。新潟のホテルで一人でカップラーメンを食べるという Vlog。はい。すっごい落ち込んでるよね。てか元気ない。普通になんか疲れてて元気なくて落ち込んでる私の姿があって、こんなに落ち込んでるんだなっていうのでちょっと笑っちゃいました。はい。皆さんもぜひ笑ってくださいね、私の姿。全然笑って大丈夫ですからね。はい。もう今元気になって、自動車学校も卒業して、まあ、あとは最後に東京で一回試験を受けなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえず落ち着きました。はい。で、先週ね、ちょっとポッドキャストはお休みさせていただいてね、皆さんありがとうございました。はい。まあ、今回はですね、久しぶりにリクエストにお答えしていきたいと思います。はい。これね、8月にいただいてたリクエストで、本当に大変お待たせいたしました。すみません。はい。インスタグラムから。はい。はるか先生、こんばんは。こんばんは。私は一つ問題はあります。はい。多分質問ですね。質問はあります。以前先生は IT 企業で働いていました。今自分のチャンネルで日本語教師になったきっかけは教えていただけませんか？先生のポッドキャストからいろいろな日本の文学じゃねえや。文化を学びました。本当にありがとうございます。はい。こちらこそリクエストありがとうございます。大変お待たせいたしました。はい。ということで、今回のトピックは、私が日本語教師になった理由ですね。はい。実はこれ喋ったことないのかな、もう覚えてないですね。まあ皆さんが興味あるかどうかも全然わからないんですけど、とりあえず日本語教師になった理由というのをお話しさせていただきます。はい。そうなんですよね。まあ私は、知ってる方多いと思うんですけど、日本語教師になる前は、IT 企業で、日本の IT 企業で、まあ営業と、ちょっとマーケティングのお仕事をしていました。まあどのぐらいしてたかというとね、しっかり働いてたのは1年。で、あと2年間ぐらい、多分合計で3年ぐらい働いてるんだけど、IT 企業で。でも1年間がしっかり働いて、もう2年は、日本語教師になるための学校に通いながら働いていたので、まあ、なんだろう。まあ、なんかちゃんと働いてなかったわけじゃないんだけど、うん、はい。まあ、そんな感じでした。はい。で、まあ、なんで日本語教師になったかっていう理由はめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。一つじゃない。うん。なんかいろんなことが重なって、いろんなタイミングがあって、それで私が日本語教師になったのかなってちょっと思うんですけど、まあそもそも、その大学時代から、留学をサポートする仕事っていうのに興味があったんですよ。はい。うん、私がカナダに留学していたことがあったので、はい。まあでも、すごい、本当にざっくりとして考えてたんですよね。ざっくりっていうのはもうなんていうの、はっきり考えてなかった。なんか、そんな仕事をしたいなぐらいの気持ちですね。で、ちゃんと明確に私の中で、留学のお仕事をしたいっていう気持ちはなかったので、なんかもっとなんだろう、将来、なんか有利になりそうなっていうか、まあ、経験として役に立ちそうな仕事をしようってなって思って、その IT ベンチャーの営業に行ったんですよ。その留学の仕事はしないで。で、まあ、やっぱり1年経った時ぐらいに、まあ、あんま好きじゃないなって思って。いや、会社も楽しかったし、先輩とか同僚とかもすごい好きだったんだけど、なんか楽しくないなっていう気持ちがあって、自分に向いてないっていうか興味がなかったんですよね。で、その時の私って、まあ今もなんですけど、なんか興味がないことをやりたくないっていう気持ちが強かったんですよ、すごい。
なんでこんなことしてんだろうとか思っちゃうんですよね。で、昔からね、行動力だけは結構あったので、もう、はい、やめようって決めて、で、その時にじゃあ次何の仕事をしたいかって考えた時に、まあ、まず一つは、誰かの役に立てる仕事がしたい。そういう時期ありますよね。そういう時期あるよね。誰かの役に立つ仕事がしたいとか思う時期あるっしょ。人間、誰でも。そういう時期があって。まあ今も思いますけどね。そういう時期があったのと、あとは、やっぱ海外に興味があるので、まあ外国人の人と関わる仕事がしたい。外国人っていうか、まあ海外と関わる仕事がしたいな、みたいな。そういう気持ちがあったんですよね。で、ある時に、まあ、コンビニに行ったんですよね。で、そしたら、まあ、店員さんが外国人の人なんですよ。まあ、どこの国の人かわからないんですけど、外国人の人で、日本語もすっごいなんか、まあ、片言全然上手じゃなくて、すごい大変そうだったんですよ、見てて。ああ、なんか日本っていうすっごいめんどくさい文化があって、日本語っていうすっごいめんどくさい言葉があるのに、よく日本に来たなと思って。なんか役に立てたらいいのになって思って考えたのが、じゃあ留学生のサポートをしたいなっていう気持ちがまたそこで生まれたんですよね。うん。で、留学エージェントとかで働くかって最初思ったのよ。でもなんか、エージェントって、なんかあんまりいい噂を聞かなかったんですよね、その時。で、エージェントがしたいのかなって、もっと、直接、その留学生とか、まあ、海外から日本に来る人たちのサポートしたいって思ったんですよね。うん。で、その時に、じゃあ、誰が一番留学生たちのサポートするんだろうって考えた時に、日本語の先生じゃねって思ったんだよね。だって、そうだよね。みんな一番留学してた時に一番お世話になったのは多分日本語の先生だと思う。で、日本語の先生になろうって思った。結構簡単みたいな。まあでも他にも理由があるんですよ。まあそういうことが一番大きかったっていうのもあるし、まああとはね、もう今もそうですけど、私がそれを決めた時に、ちょうどなんかこう、すごい差別的なことが問題になったんですよね。黒人差別とか宗教差別とか、なんかそういうこと、世界でね、まあ、特にアメリカで特にアメリカで。で、なんかこう、まあ日本は島国で日本人だらけじゃないですか。そんな環境の中で、やっぱりその外国人の人が嫌いだっていう人がやっぱいるんですよね。はい。なんか出ていけみたいな。で、そういうのもなんかニュースとかで見て、その時に。嫌だなって思ったね。なんかこう、日本に来て、私日本好きだから、この日本で滞在するその時間はやっぱり素敵な経験であってほしいんだよね。嫌な思いはやっぱりしてほしくないなって。だって日本ってやっぱ私はすっごい好きだし、なんかいい国だと思うから。うん。だからなんかこう、日本に住む、まあその時はほぼ留学生だけど、ターゲットは。留学生がどうやって日本で楽しく過ごせるのかなとか、日本で不便なく、日本人と友達を作って、なんか働いて勉強してってことができるのかなっていうのも思った時に、やっぱり日本語の先生が一番いいんじゃないかなって思ったんだよね。なんかめっちゃいい話じゃないめっちゃいい話じゃないって感じなんだけど、まあそんな感じかな。はい。そうそうそう。で、まあやっぱり私は会社で働くってことがその時あんまり興味がなかったので、まあ、日本語学校で日本語の先生をしてみようって思って勉強を始めたんですよね。そう。まあでも今は当時とはやっぱりちょっと違う気持ちがあります。当時は留学生をサポートしたいっていう気持ちで日本語学校に入ったけど、まあ日本語学校にもすごい問題がいっぱいあって、まあ、なんて言うんだろうな。本気でサポートしたいって思って先生をしてる人もいれば、やっぱそうじゃない人もいる。そうじゃない日本語学校もある。っていう現実を見て、なんかこう、ちょっと自分には合わないかもしれないって思ってたらちょうどコロナになって、
て留学生が日本に入ってこないって言われたというか、そういう状況になった時に、じゃあ今度はその留学生だけじゃなくて、今後日本に来たい人とか、日本で働きたいとか日本に移住したいっていう人とのサポートができたらいいなと思って今度はフリーランスになったみたいな感じですね。はい。ちょっとね、今すっごい自分のこといい人みたいな感じで話したんですけど恥ずかしいねいい人じゃない私ね。でもそんな感じでね、みんななんか仕事をする時ってなんか誰かのためにしたいとか、そういう気持ちがあって仕事を選ぶ人もいると思う。なんかそれってはなんだろうね。誰かのためとか言いながら結局自分のためだったのかもしれないとも思ったりするんだけどね。自分がそういうことをしたいって思ったのは結局。だから自分がしたくて日本語教師になったっていうのが一番の理由だね。はい。そんな感じでいかがでしょうかね。なんかあんまり話がまとまらなかったんですけど、こんな理由です。多分他にもいろんなことがあったんだけど、忘れました。はい。ね。皆さんもぜひ今やってる仕事、なんで今その仕事をしてるのか、ぜひ教えていただければと思います。すごく気になります。皆さんがなんでその仕事をしてて、どんな魅力があるのか、はい。ぜひコメントとかで教えてください。はい。じゃあ今回は私が日本語教師になった理由についてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あと Patreon こちらのメンバーを募集しております。Patreon でまた12月27日火曜日の夜9時からオンラインイベントを、行います。はい、第2回、クリスマス年末会って感じかな。ペイトリオンメンバーになってくれた方は無料で参加できますので、ぜひお待ちしております。グループに分かれてクイズ大会をしたりとか、なんか1年を振り返ったりとか、いろいろ皆さんとお話できたらいいなと思ってます。前回がめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。本当に超楽しかったので、2回目もね、私は盛り上がっていけたらいいなと思います。はい。あとシャドーイングコース、こちらのメンバーも募集しております。発音上手になりたい方とか、会話練習ができない人とか、する相手がいないんだけど会話練習したいみたいな人とかもおすすめです。はい。で、あとですね、今年の2022年もう終わりますので、アンケートをしております。どんなアンケートかというとですね、今年の私のポッドキャストのエピソードで一番好きなエピソードは何ですかという質問。あともう一つは今年の、アニメで一番好きなアニメは何でしたかというこの2つの質問について、アンケート、やってます。なのでもしよかったらこちらお答えください。お願いします。下に書いておきますね。はい。今年もあと終わりなんですよ。はい。なのでね、もう次回からは1年の振り返りをしていきたいと思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。